そうですね、杖の握りというのは、まあ最初の頃、昔はその筒状にしてこの滑らせて使うっていうふうにやってたんですけども、筒状にするってなるとその言葉の通り本当に筒にしてしまう。本当に筒にしてしまうと接触する部分が多いんですよね、手の内の中で。ですから夏場なんか杖をスッと滑らすとピリッとこうやけどするやけどすることがたまにあるんですよね。ですからそれを防ぐためには手の内を変えなきゃいかんということです。でその筒状にするというのをやめたのは、気が付いたら手がそうやってたんですよね、一人稽古を重ねていくうちに。まず接触する部分が多いということはそれだけ抵抗値が多いということなので、ブレーキがかかるということですよね。ギュッとブレーキがね、自分で力強く打ちたいのにブレーキをかけているっていう、まさに言葉の通りアクセルとブレーキを同時に踏んでいるようなことになるんですが、それを防ぐためには、触れてる箇所を少なくする必要があるとなると、筒状よりはもっとその角度をつける、ここに角度をつけることが、必要になってきます。これをスッとこういうふうにずらすんですね。スッとずらして、なおかつこの手の内のここに触れないようにすること、手のひらの真ん中あたりね、ここに触れないようにここにずらすわけですね。スッとなりますと、大体この指の付け根、第三関節のあたり、このあたりで杖をこうコントロールするようになってきます。あとはその角度の問題がありまして、直角にすると、やっぱり獲物に体が姿勢が乱されやすいです。直角にするとこういうふうにしますとねなりますので、それを防ぐためには角度をずらすとなります。それで指でこのように少しふっと杖を保持するようにふっとこういうふうにいたします。そうなると大体手の内というのがこういう感じになってきますね。あとはその打ち込みの時の手の内もあります。上からこうストンとね打ち下ろしたり受け止めたりする時の打ち始めの手の内というのは、これも筒状じゃダメですので抵抗がすごくありますから、これもですね手の内のなるべく点の部分を触れさせるようにいたします。となると、私の場合はこうなりますので、この辺りですね、スッと手首を巻いてますから、これをギュッと筒状にしてしまうとすごくこの辺が力が入って肩に力みが生じるんですね。ですからここはもう触れないと、これでいいんだと、こういうふうに落とします。それでストンと落としていきます。でこの打ち下ろしの時の実は下の手も働いていて、杖は打ち下ろす時も突く時も引く時も全てこのように回転しています。ピストルやライフルでいうところのこういう弾の弾道がこうジャイロ回転していくように杖の動きというのはなっていきますので、この下の手は先ほどの突きの時のような手の内になりますので、こうなります。決してこうじゃないということですね。こうじゃなくてこうなります。そして打ち下ろす際にこの下の手が杖を回転させるんですね。ストンと。でこの持ち手が直角になってしまうと脇が開いてしまいます。ここはねこのようになってしまいますので、それを防ぐためにはあらかじめ手の内の角度をこのぐらいにずらしておく必要があります。でこのぐらいにずらすと自然と手というのは手の内からちょっと外れてきますから、こうせざるを得なくなってくる。ぐっと指が反り返るように、ね、ならざるを得なくなってくる。この形。そこからこの締めを使って、そうですね、締めを使ってストンと落ちていくと脇が開かない。ですからこう打つ時に打ちながら杖がくる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 と左回りに回転しながら落ちています。で突く場合もそうですね。突く場合も、右足前、この場合は左回転に回転しながら杖が突かれていきます。で右回りに戻っていきます。こういう動きですね。
で四方突きという動きもありますが、四方突きもそうですね、左回りに回転し、今度は右回りに回転し続け、そこからさらにスーッと左回り、そして右回り、常に回転している、このようになりますので、それを踏まえながら上の打ち込みや突きであったり、手の内を頭で考えることもあるとは思いますが、手に勉強させていくような感じで感覚で稽古されるとよろしいかと思いますので、どうぞ参考にしてみてください。はい、では今回実技指導、以上です。